こんにちは、盆栽職人南野俊です。今日は肥料について皆さんにお伝えしようと思います。初心者の方に覚えておいてほしいのが、肥料には窒素、リン酸、カリっていう成分が含まれているんです。で、窒素が葉っぱ、リン酸が花、カリウムが根っこ。これを僕はなんですけど、頭文字取ってバカネで覚えています。例えば常緑、松とか、この心拍とかもそうなんですけど、葉っぱが落ちないで常にこう緑色の木の場合だと、窒素、リン酸、カリでいうと窒素、葉ですねの肥料を置くと元気も出るし、葉も強くなるし、緑も濃くなる。花物、実物に関してはリン酸が多い方がいいんですけど、よくこの肥料って何対何対何って書いてある。窒素、リン酸、カリを何対何対何って書いてあって、窒素とリン酸が同じぐらいの量が書かれていることがあるんですけど、花物、実物も葉っぱがあって、葉っぱにも栄養が欲しいので、同じぐらいの量は書いてあります。僕はバカネで覚えてるんですけど、他の方だと例えば木を想像していただいて、てっぺんがこう葉っぱがあって、で真ん中に花とか実があって、で一番下に根っこがあって、窒素、リン酸、カリっていうふうに覚えてる方もいるので、皆さんもどちらでもいいので覚えやすい方で結構ですので、覚えておいた方がいいと思います。肥料をあげる時期なんですけど、だいたい春と秋が望ましいです。夏と冬っていうのは根っこが休んでいる状態なので、そもそも吸い上げる力がそんなないんですね。なので肥料を効かせたいっていうことであれば、春か秋がベストかなと思います。なんかその春とか秋とかって結構こう広いじゃないですか。何月頃がいいみたいなんてありますか？何月頃がいいっていうのはあるんですよ。それはゆうすけさん今テンパって、やべえ、何月だっけ、やばいやばい時期は具体的に言うと3月、4月、5月、6月ぐらいまでが春に肥料をあげる時期ですね。今年とか6月めちゃくちゃ暑かったんで、そういうのは多少前後はするんですけど、基本的には3月から6月って覚えておいて間違いないかなと思います。秋はだいたい9月ぐらい、今日9月中旬ですけど、今ぐらいから11月ぐらいまであげればいいかなと思います。これ今日ホームセンターで買ってきた肥料なんです。これだいたいどれも1000円以下で買えるやつです。これグリーンキングだけは1000円ちょっとするんですけど、でも量も多いので長く使えます。でこれ見えますか？これ窒素、リン酸、カリって書いてあるんです。はい、これは10、10、10ですね。この2つは、こっちは山野草とかに使いますよね。こっちは臓器類に使います。窒素、リン酸同じですけど使います。グリーンキングもここに書いてあるんです。652って書いてあるんですよ。窒素、リン酸、カリ。これは窒素が若干多いんですけど、もちろんこの小白にも使えるけど臓器にも使える。結構万能だと思います。でこちら玉肥。玉肥って何ですか？玉肥って有機肥料なんですけど、小白ではもうよく使う、油かすとも言うんですけど、一番ポピュラーな肥料かもしれないですね。盆栽園では一番使われるやつだと思います。これ表に書いてなくても裏にこれ541って書いてあるんですよ。こういうふうに書いてあるので、どの成分がどれだけ入っているのかを確認するのと、あとは本当に分かんなかったら裏に何用とかも書いてあるんですよね。これだと花、野菜用とか書いてあるんですけど、こういうのだともう盆栽とかも書いてある。ちゃんと小白類、臓器類って書いてますね。はい、書いてますね。はい、なのでこういうのをちゃんとチェックして買われた方がいいと思います。使い分けは樹種ごとになるんですか？やっぱりが望ましいですけど、でも肥料をたくさん揃えるのもなかなか大変だと思うので、グリーンキングとかで652の方買えばどれでも使えるかなと思います。グリーンキングはその有機肥料になるんですか？これ有機肥料ですね。この有機肥料。じゃあこの2つは
この2つは有機肥料でこっちは化学肥料。化学肥料化成肥料ですね。で実際に肥料の上げ方なんですけど、今ここに心拍があります。で心拍は小拍類になるので玉比を使います。置く量に関してなんですけど、基本的にはこれ説明のとこにこういうふうに書いてあるので、これだと15センチ五寸鉢には4から5粒、18センチだと6から7粒とか書いてあるんですよ。だからそれを参考に数は決めていいと思います。置き方なんですけど、なるべくこの鉢の端の方ですねにこんな感じ、よいしょだとこれかな。この端だったら4粒ぐらいですか？そうですね、だいたい15センチ、これに書いてある通りで大丈夫かなと思います。でこの外に置くっていうのが、根っこがこう肥料がある方にこう伸びていくので、こうやっぱり外にこう伸ばしたいんですよね、根っこを。なのでなるべくこう外に置いてあげると根っこがこう鉢の中でぐーって広がってくれる。なのでこう外側に置いてあげるっていうのが基本で、あとはまあこの効果の持続期間みたいのがあるんですけど、だいたい1ヶ月ぐらいなんで、1ヶ月したら今ここにこう4つ置いてますけど、こんな感じで置く場所を今度空いてた場所にこう変えてあげてください。これだとこんな感じで、そうすると今度はこの肥料に向かってまた根っこが伸びてくれるので、四方八方に根っこが伸びるっていうのが期待できるので、そういうふうに1ヶ月経ったらじゃあ置き場所をちょっと変えてっていうのを繰り返して肥料をあげてください。これってこのまま上からお水かけていいんですか？はい、このままかけていいです。でなんかそういうなんかコロコロ転がってるじゃないですか。それってなんか止め方とかってなんかあるんですか？その場合はこういう針金をこの字にして、これをこんな感じで刺すんですよ。ああ、なるほど。そうすると水をあげても転がらないんで、安心して、水やりもできる。こういうのもあるんですけど、こういうのはこれに肥料をこう入れちゃってこのまま刺すと、こういうやり方もあります。これって盆栽道具なんですか？これ盆栽道具ですね。じゃあなんか盆栽道具売ってるとこだったら置いてるみたいな感じ？売ってると思います。アマゾンとかアマゾンとかあるかもしれないですね。というのが置き方になります。これ水1ヶ月あげるじゃないですか。溶けてなくなるんですか？ですね、形自体は結構残ったりするんですよ。これ1ヶ月ぐらいはもうとっくに過ぎてるんですけど、これもう裏真っ黒になっちゃってるんですよ。でこれ形としては残るんですけど、効果としてはやっぱ薄れちゃってるので、やっぱり1ヶ月経ったら、これ取って新しいのを置いてあげるっていうのでいいと思います。それ例えば春だったら3月4月5月6月って言ったじゃないですか。3月にあげて4月もあげるんですか？4月もあげます。5月も6月もあげる。はい。で花物なんですけど、これバラがあるので、実際にこれはこの IB っていう化学肥料、化成肥料を使いたい。でもこのサイズだったらもう2粒で十分かなと思います。こういう感じで転がりやすいかもしれないんで、軽く押さえてあげてもいいかなとは思います。匂いがそんなないので、ご自宅で盆栽育てている方とかは結構使いやすいかなと思います。油かすは臭いんですか？油かすちょっと臭くなるんですよ。今日買ったあと2つ紹介したいと思うんですけど、このマグアンプっていうのは646みたいな書いてあるんですよね。なんでこれはもう山野草適しているかなと思います。で裏見ると土に混ぜ込むだけで簡単ですと書いてあるんですけど、実際置いても大丈夫です。これすごいんですよ。約2年間の効き目って書いてあるんですよ。僕使ったことないんであんま詳しくないですけど、1回やったら2年間は大丈夫みたいな。パラパラパラってやっても2年間いいですか？みたいですね。1年から2年の効き目ですって書いてあります。肥料をあげる時期あるじゃないですか。で1年聞いたらずっと肥料が乗ってるような状態なんです。それは別に構わないんですか？
ただ吸い上げない、あまり吸い上げないっていうだけなので、置いてるから悪くなるとかそういうわけではないので、別に上げてても大丈夫です。ただ梅雨時期になると雨がいっぱい降るじゃないですか。そう逆に肥料の効果が効きすぎちゃって肥料焼けみたいな感じでちょっと木が弱ってしまう場合があるんですね。なのでそういうのはちょっと注意した方がいいのかもしれないです。山野草はマグワンパいきます。漂白とかは漂白とか外した方がいいですね。もったいないっていうのもあるし、あとはその肥料焼け対策っていうので長い雨が続くときは外すとかっていうことはした方がいいと思います。このグリーンキングなんですけど、これは多分万能なので、これ一つあれば結構いいかなと思うんですよ。結構細かく書いてあるんですけど、匂いもそんなないので、実際ご家庭で肥料をあげる時とかもすごい使いやすいのかなと思います。こんな感じです。結構ちっちゃいですね。なんかハムスターの餌。ああ、そうですね。そんなに匂いもないの。やっぱ有機肥料はちょっと臭い。ちょっと臭いのかもしれないですね。でも全然気にならないレベルだと思うんですよ。悪臭がない、いい匂いですね。だから案件じゃないんで万能なんで、これ一つあったらかなり使えるんじゃないかなと思います。漂白に使ってもいいし。そうですね。はい。おすすめです。今日はないんですけど、液体肥料っていうのもあるんですよ。僕たちは液肥っていうんですけど、代表的なので言うとハイポネックスっていうのがあって、僕たち盆栽ではあんま使わないんですけど、こういう苔玉とか苔にはすぐにやっぱ緑色を強く出したいので散布して使うことがあります。でやっぱ即効性があるので割と早めに色が出てくるんですけど、盆栽の場合だと割とゆっくり肥料を効かせるっていう目的があるので、ああいう固形肥料こういう塊の肥料を使うことが多いです。で肥料をあげる際の注意点なんですけど、梅雨時期は、肥料外すでしてほしいんです。であとはこれもそうなんですけど、結構植え替えてまだ間もないんですね。で植え替えて間もない場合はだいたい1ヶ月ぐらい経ったらあげていただければなと思います。であとは文人帳の木なんですけど、文人って結構細いのが魅力的だったりするんですね。なので肥料をたくさんあげちゃうと木が太っちゃうんですよ。木って太ることはできてもそこから痩せることができないので、文人帳の場合は気持ち肥料を少なめにしてあげるのがおすすめです。でもトシさんのところの盆栽園とか平松春松園でもやっぱそういうものを使うんですか？うちはですね、高級玉肥、手作り高級玉肥です。そういう盆栽専用のものが。はい、これを使ってますね。これは大きさは何種類かあるんですけど、基本的にはこの玉肥を使ってます。やっぱ普通の人とは使うものは違うんですね。これは高級だからやっぱ効果もやっぱ強いのですね。だからそういうのもどっかで買えるんですか？これはうちの盆栽にも買えます。毎回センターでは高松盆栽の里でも買えます。で肥料って結局僕たちも使っていってどれがいいとかどの量がいいとかっていうことをそれで知っていくですね。なので結構難しいのできっとわからないこともあると多いと思います。なのでそういう場合はコメント欄にいただければ高松盆栽の里の橋本祐介さんが答えてくださるので。自分が答えるの。トシが答えるの。プロがいるから。はい、そうなんです。プロがいるんです。今日もアドバイザーで来てくださってまして、なのでコメント欄でコメントいただければと思います。それではバイバイ。今日の盆栽はこの黒松になります。推定樹齢だいたい100年ちょっとぐらいですかね。僕弟子なのでこういうふうに練習させてもらえるんですよ。でこれ全部針金かけて練習してたんですけど、だいたいもともとは頭がここら辺にあってそれをグーって下げてきたんですね。であとはこの見えますか、太い枝、
これめちゃくちゃ太いんですけど、こういう下げるのも僕初めてだったんで、なんかすごく一生懸命夢中になれた木。もちろん他の仕事も夢中になるんですけど、もう他のよりもこうより頭を使ってもう試行錯誤しながらやった木なんで、結構思い入れがあるんです。だから今これ8割ぐらい終わってるんですけど、なんとか綺麗に最後仕上げたいなと思ってます。